今日はスープストックとかルーの素、作る動画作ったので、そのついでに今晩のおかずはカレーにしたいと思いますけど、いつも私が作るカレーはかなり手が込んでていろんなものが入るんですけど、今日は一番シンプルな感じでいきたいと思います。オーソドックスな欧風カレーですね。人参、じゃがいも、玉ねぎ、人参、じゃがいもを切ってですね、じゃがいもはちょっと溶けるので大きめに切っておきましょうか。好みの大きさに切ってください。じゃがいも別に入れないカレーっていうのもありますけどね、日本の昔ながらのカレーはだいたいじゃがいも、人参、玉ねぎで、ビーフカレーかポークカレーかチキンカレーって感じでしょうかね。いろんなカレーがありますけど、スープカレーやらキーマカレー、東南アジアのタイ風カレーとかですね、あと玉ねぎ切っておきましょう。玉ねぎを皮むして、2個使います。今日はシンプルバージョンのカレーです。いつも私が作るカレーは非常に手が込んでてですね、隠し味にいろいろ蜂蜜やら果物やらコーヒーやらいろんなものを入れるんですけど、それはその時にまたやりましょう。ちょっとここが茶色いの取っちゃいますね。でこれを炒めます。ちょっと油たっぷりめにして火を強めにして、まず玉ねぎを炒めます。
のままちょっとほったらかしにします。その間に生姜とニンニクを準備しますね。生姜は皮むきます。5個ぐらい使いましょうかね。手で剥けるんだったら手で剥いちゃって。新しいのは剥きにくいですけど、ちょっと古いのはもう簡単に剥けます。でこれをすりおろしていくんですけど、その前に玉ねぎの様子を見ますね。ちょっと焦げ目ついて大丈夫です。一回混ぜて、また放置します。一人でカメラと料理やってるのでごめんなさいね。あっち行ったりこっち行ったり。そしてすりおろします。生姜、こんな感じですね。にんにくも一緒に入れて、手をすらないように、もう小さくなったらあと包丁でやっちゃいます。もしくはこのままもう放り込んじゃってもいいですね。塊ごと。にんにく好きな人はそのままでもいいです。はい、こっち行きます。はい、いい色になってきました。これぐらい焦げても大丈夫です。
じゃあ別のフライパンでじゃがいもと人参を炒めましょう。私はカレー作るとき人参を大きめに刻む方が好きなんですね。人参の熱の通った甘さを味わうというか噛んで、人参が嫌いな人はダメかもしれないですよね。スープストックが1時間経ちました。ちょっとこっちに変えますね。アクを1時間経ったので取りたいと思います。ではカレーを今日作りますので、スープストックの続きはまた別のビデオで。今日はカレーですので入れていきます。普通のお湯でやってもいいんですけど、今日はスープストックを作ったので、スープストックそのまま使って後で塩分調整します。普通のお湯でやるときはスープストックを冷凍してある固形を入れて使います。ブイヨン代わりになりますね。網でこしてスープ入れていきます。後でこの煮込んだお肉は骨から外して使います。まずはこのスープに先ほど炒めた玉ねぎを入れます。人参も入れます。で、じゃがいもをまだ炒めてなかったので炒めていきます。では煮込んだお肉を骨から外して入れます。多少熱いですけどだいぶ冷めてます。骨の際は熱いので注意してください。大きいのは切りましょう。
お肉を入れます。さて、ここに調味料を入れていくんですけど、今日はシンプルカレーということで、いつもはいろんな香辛料を調合して入れるんですけど、今日は市販のカレー粉ですね。でも市販のカレールーではないです。市販のカレー粉ですね。これにシナモンやナツメグやらターメリック、いろんな調味料を配合して入れるんですけど、今日はカレー粉とシンプルにクミンだけを入れましょうかね。スペインぐらいコミノ少し。ちなみにターメリックは自家栽培して毎年作ってます。ウコンですね。乾燥させて粉にして保存してます。体にいいんですね、ターメリック。さて、ここで固形ブイヨンの代わりにスープストックで塩をたっぷりめに作った3個でだいたい1個分ぐらいの量、10g のブイヨンみたいな感じですね。それを入れます。1個、2個、3個、4個、5個、6個。これでちょっと様子見ますね。お砂糖入れます。少し。お砂糖の分量をちょっと減らして、蜂蜜をちょっと入れてもいいですね。で、胡椒入れます。そうですね、今日はなるべくシンプルっていうことでしたから、これ以上はいろんなもの入れるのやめておきましょう。これで味見をしてみます。塩分がやっぱりちょっと足りないので、もう少しこの氷のブイヨン入れます。スープストックの塩濃いバージョンですね。3、4、5、6個足す6個、12個入りましたね。ということは塩 20g ぐらい入ったってことです。なじませます。甘みももうちょっと欲しいのでお砂糖入れます。
カレー粉もちょっと入れます。これはクミンです。クミンも入れてもいい。カレー粉を入れます。スープストックで使った玉ねぎももう入れちゃいます。ちょっと塩分足んないようなので、ここで固形ブイヨン入れたいとこですが、ちょっと我慢して塩で、せっかくここまでスープストックだけで作ってきたので、天然の岩塩入れます。だいぶ味が整ってきましたので、ここでちょっと火をもう少し弱くして、こちらも火をつけて、伸ばしていきます。ルーの素を伸ばしていきます。小麦粉とバターを1時間ぐらいかけて作ったルーですね。これをダマにならないように少しずつ弱火で溶かしていきます。ちょっと多すぎたかな。結構伸びるんですよね。ダマにならないようによく伸ばします。少しずつ弱火でこれぐらい溶けてくればもうカレーの方に入れても溶けてくれるでしょう。入れていきます。じゃあ火止めます。
少しずつ溶かしていきます。どうでしょうね、これぐらいもうとろみがあればカレーとして十分でしょう。ちょっともったいないですが、これはまた追加で明日残ったカレーに継ぎ足しするときにとろみをも追加したいと思います。これでカレーの完成です。カレーライスの完成です。今回はシンプルバージョンを紹介しましたが、市販のルーで作るカレーと比べて全然シンプルじゃないですよね。私が作るいつもの特製カレーと比べたらシンプルということで、本当はこの何倍も手間をかけ隠し味とかたくさん入れます。ですから特製カレーとの比較でシンプルバージョンですね。特製カレーはそうですね、チャンネル登録者が1000名超えたら、秘伝紹介するということでお約束しておきます。1000名超えるかな。でもこうやって手間暇かけて作るカレーはどんな有名カレー店のものよりも美味しくなります。事実私のカレーを食べた人はこれまで食べたカレーの中で一番だと言ってくれた人が何十人もこれまでいました。世界一のカレー、あなたの手でぜひ作ってみてください。